築47年の家をリフォームしています。今回の施主様はこのチャンネルの視聴者さんです。紆余曲折ありましたが、工事も中盤へと差し掛かってきました。現場での私の役割は必要な資材や工具を運んだり手元作業が中心でしたが、今では工事中のリアルな作業風景を撮影し記録を残すという仕事が加わりました。今日は何が撮れるでしょうか。冊子屋さんが現帳に来てくれました。今回玄関冊子はカバー工法で取り付けます。通常カバー工法は室内外の工事をせずに1日で冊子を交換できるのが良いところです。今ある枠の上から新しい枠を取り付けます。でも今回はどうやらそう簡単にはいかないようです。なぜなら既存の玄関周りの木がシロアリにごっそり食べられていてスカスカになっているからです。壁を壊した今、玄関を支えているものはありません。見ての通りグラグラで揺れています。新しい玄関が来るまではこの既存の玄関を外すことはできません。既存の玄関を残したまま新規の玄関を支える丈夫な下地を作っておく必要があります。つかないね。どうしよう。なんだろう。ついた？土台も柱もシロアリの被害で玄関枠の下地を取り付けることができません。ここまで壊すなら新築用の玄関冊子を取り付けることも考えましたが、今回の玄関外壁はタイルが張ってあり、壁は入り済みで施工条件も良くないです。外壁側の工事を増やさないために、やはりカバー工法しかないと判断しました。本来なら柱を立てたい場所ですが、3寸5分 ×1 寸5分の間柱を取り付けます。幸いシロアリ被害がなかった外壁動物に玄関三方枠を固定することにします。既存冊子が邪魔をしてビスを揉むことができないので、冊子枠に穴を開けてその穴からビスを固定します。3じゃないですか。この部分は土台が完全になくなっています。なんとか壁全体で持たせるしかありませんね。
反対側は柱があるので何の問題もなく取り付けることができました。まあこれが普通なのですが、マグサもシロアリ被害でなくなっていたので作り直すことにします。20。たるきからマグサを吊るため、屋根勾配に合わせて間柱を斜めにカットします。あ、ごめんね。シがいた。清水さんはドアや引き戸の建具枠の下地を作っています。新築の柱の幅は通常105ミリですが、この家は100ミリぐらいでした。壁の通りを合わせるため引き割る作業が必要になります。リフォームではよくある光景です。使用する木材は赤松材です。少し安い木材だとぐねぐねで使えないものが入っていることも多く、木を選ぶ手間が増えたり割れてやり直したりと、かえって作業コストがかかってしまうこともありますね。先ほど柱の面に合わせて引き割った 30×40 ミリの材を取り付けます。なお、私たちはそのまま3040と呼びますが、以前よく使われていた一寸二部×一寸三部の名残で、地域によってイー日産と呼ばれたりもするようです。地方によって呼び方が違ったり、使う木材自体が違ったりと興味深いところです。奥のトイレの縦の下地に合わせてボード下地を取り付けたのですが、これでは石膏ボードのジョイント部分がわずかに外れることに気がつきました。盲目的に既存の下地を信用すると、たまにこういうことが起きます。やり直しです。玄関幅木が収まる部分にも下地を入れておきます。
ニッチ？ニッチか。もう一発ニッチ出して。施主さんのご希望で急遽玄関横にニッチを作ることになりました。ニッチを作る壁圧が足らないので壁を吹かすことにしました。壁が手前に大きく傾いているので、そのまま取り付けると棚板も傾いてしまいます。合ってますか？レーザーで高さを見ながら取り付けます。割れちゃう。最初から吹かすことが分かっていれば、下地の組み方向は変えていたかもしれません。一般的に追加工事や変更があっても、時間や手間の負担は末端の職人さんが負うことが多く、あまり歓迎されないことが多いかもしれません。私たちは施主様から直接お仕事をいただいているのでできることかもしれませんが、頼られると応えたいという思いは誰でも持っていると思います。時には当然やってくれるよね的な感じの時もありますが、コメントではよく大変そうだと言われますが、実際はとてもありがたいことに気持ちよく仕事させてもらっています。なんで連チャンになるこれ。おかしいな。あと足らんか。全然入ってらんね米松の一寸五分角の値段も随分高くなりました。強度的に問題のないところは短いものもついで使わせてもらいました。使いにくいな。なんこれ。フィットが悪い。調子悪いの。よし。玄関枠の下地ができました。これで新しい玄関サッシを迎えられます。インスタグラム、ツイッター、TikTok 公式ブログやっています。ぜひ見に来てくださいね。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。